はいたい、長峰かなです。プチ沖縄トラベラーへメンソーレ。私はスタジオから沖縄大好きな外国人2人、バンソンとクリスタルの行方を見守りながら、うちなーんちの目線でコメントさせていただきます。早速見ていきましょう。お二人、ウニゲーサビラ。はいさーい。さあクリスタルさん、紹介してなかった沖縄の工芸品があることを思い出した。いや、まだいっぱいあると思うよ。まあそれはいっぱいあるだろうけれども、これぞっていう琉球ガラスです。はい。そしてね、僕だけかもしれないけど、琉球ガラスって結構もうすごい伝統の古い昔のものだと思ってたんだけど、意外とそうでもないんだよね。Yes, actually, the production of glass started around the year 1900 as it was brought by glass artisans from Kyushu. And then there were many glass workshops all over the island, but then most of them got destroyed during World War II. But then the surviving glass artisans revived the art of making glass afterwards by using recycled glass that was used by US troops, like drinks and things. They used that glass to make Ryukyu glass. And it was even designated as a traditional craft of Okinawa in 1998. That's right. Yes. ですので今日はね、沖縄南部糸満市で琉球ガラスの聖地と言っても過言ではないこの琉球ガラス村で琉球ガラスのあれこれを勉強してみたいと思います。早速行きましょう。せーの、Let's go や。さあ、今回は沖縄の伝統工芸琉球ガラスがテーマなんですね。独特な色合いだったり、ガラスの中に見える涼しげな気泡だったり、そして丸みのある柔らかなデザインがすごく魅力的ですよね。コップやお皿とか日常使いでもできるものもあるんですが、また芸術的な大きい作品もあるので、2人今回琉球ガラスのどんな作品に出会えるんでしょうか。それではどうぞ。すごい立派な建物ですね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。いや、琉球ガラス村初めて入ったんですけれども、どういった施設になるんですか？琉球ガラス村はですね、一言で申し上げますとガラスのテーマパークとなっておりまして、沖縄県最大規模のガラス工房、それからガラスショップに体験施設だったりとですね、いろんな施設を併設した大人から子どもまで一日楽しめる施設となってますね。いや、もう琉球ガラスって言えばもう本当に単純にもうガラス泡盛入れてとかっていう感じのイメージなんですけれども、見てこの立派なこちら琉球ガラス村のもうシンボルとなっているんですけども、ステンドグラスの天井ですね、2233枚の琉球ガラスが使用されております。2233枚。琉球ガラスの特徴とかって何かあるんですか？そうですね、琉球ガラスの特徴として、一つ挙げられるのがですね、泡が入った気泡が入ったグラスになります。もともとですね、このガラス細工に対して泡っていうのはですね、あまりよろしくないものとされていたんですけれども、今はですね、あえて琉球ガラスではですね、気泡をガラスにデザインとして施すっていうのが特徴の一つとなってまして、大変人気になってます。すごいですね。あっち側にも花形のもありますし、じゃあぜひ今日いろいろ案内の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。こちらガラスギャラリーとなっております。ギャラリーって書いてありますね。はい、そうです。これは展示販売とかになるんですかね？そうですね。すべて展示販売しておりまして、こちらにある商品はですね、現代の名工や沖縄県工芸士さんが作ったガラス製品たちが並んでおります。はい、じゃあ早速入っていきましょう。これもすごいな。この理由。これも琉球ガラスですか？そうですね。こちらももうすべて職人さんが手作りで、すごい細かい作業で、すごいですね。
ちょっとダークなブルーも珍しいですね。はい、そうですね。こちらはコスモというテーマで。今それを言おうとした。あ、そうなんですか。今それを言おうとした。なんか銀河とか、宇宙とか、めちゃかっこよくない？これこれ黒ですか？こちらを制作している末内清さんという方はですね、もう現代の名工に、認定されたもう非常に卓越した技術を持った職人なので、すごいですね。その人にしか表現できない世界では。これランプですよね、多分。そうですね、こちらランプになってすごいなんか面白い。変わってますね。この特徴的な。このなんて言うんだろうね。キノコかな。いや多分これキノコですか？キノコの周りにいろいろちょっとおたまじゃくしみたいなのがついてますね。そして琉球ガラスの説明。はい。あれリサイクルされた。これ有名なソーダのメーカーさんの、それをリサイクルして琉球ガラスにするっていうことですね。こちらのスペースがですね、大変手に取りやすい価格で、お土産にも人気な琉球ガラス商品たちが並んでいるスペースとなっています。確かにね、お土産ショップによく見るタイプの感じではありますね。こちらの方は。よろしければあちらの方にですね、ガラスの自由研究室といいまして、はい、ガラスの基礎知識が学べる学習室みたいなところがありますので、よろしければ。じゃあ作る工程とかそういう感じですね。そうですね。を実際に見ること。ぜひ行きましょう。こちらが自由研究室？はい、そうですね。実際に使われている道具の展示や、その道具だったりとか。パネルの展示。ここはパネル。これはもう各工程とかが紹介されてる感じですかね。そうですね。よかったら後ろの方にですね。はい。こちら職人の凄さを体感していただけるちょっとスペースがあるんですが。職人の凄さを体感するスペース。これは何をするんですか？ですね、こちらをですね、ガラス職人の方はですね、もう常に大変今これ重いんですけど、持ちながらかつガラスの形を保つためにですね、くるくると回してかつまた息も吹き込みながらするか、っていう作業を実際職人さんたちされてまして、その重さを体感するってことですね。ぜひどうぞ。実際これもやけどしてます。そういうことか。そっか。火が近いからここ部分熱いからここ持っちゃいけないんだ。これ本当に芝居とかじゃなくて。できないよ。無理。やってみて。めちゃくちゃ重たいです。普通に持つんだったらまだいけるけど、この手で拭く位置で。クリスタル、背中痛めないで。今体感していただいたと思うんですけど、これがですね、実際もう向かいの工房の方で今度は近くで見れる場所となっておりますので、よかったらぜひ今度そちらへ行きましょう。ぜひお願いしまお願いいたす。します。すごい、もうなんかプロの方々の作業をここでね、間近に見れても、このねある程度距離あっても結構熱いっていうのはもうすごい伝わってくる感じなんですけれども、熱気が伝わりますね。すごいな。めっちゃ近くで見れる。こちら実際も店頭で並んでる商品たちをもう職人さんたちが日々制作しております。もうこれまで見たもうたくさんの素敵な商品の数々をここで職人さんがたくさん作ってるんですね。もしよかったら実際に職人さんたちと同じ工程でグラス作り体験もできますので、ぜひいかがですか？いいよ。じゃあもうさっきから買ってって言ってたから買わないけども自分で作って自分で持って帰って。それやりますよ。じゃあぜひ素敵なものを選んで作ってみましょう。いや、窯から出る1300度の熱風の中、このガラス作りに励む職人さんたちの姿を間近で見られるっていいですよね。しかもクリスタル、次は体験するということですね。さあ、どんな作品仕上がるんでしょうか。早速私は琉球ガラス作る体験します。頑張ってください。そして今日はね、大城さんがいろいろ指導してくださいますのでよろしくお願いします。じゃあ
まずはどの工程から始まりますか？色付けの工程になるんですけど、はい、色付け。あちらでいいですかね。じゃあガラス巻いてくるので、はい。巻いてきたらこちらお持ちになってください。ゆっくり回しましょう。回しながら、そうです。回しながらで横に転がしていく感じです。はい、ゆっくり回していきましょう。はい、つけて横に転がしていきます。おお。そうですそうですそうです。もう少し行きましょうか。はい、上に上げましょう。なんか美味しそう。美味しそう。美味しそうなお菓子みたいな。拭いていくんですけど、ゆっくり一気に拭かずに、はい。ゆっくり徐々に強くしていくんですね。でそれでガラスを膨らませるってことですね。頑張って。ゆっくり拭いていきましょう。はい、OK です。おお。はい、ではゆっくりやっていきましょう。はい、はい、左手を添えてゆっくり通して当てながら左手を動かしていきましょう。そうですそうです。はい、OK です。でも上手だよ。僕前作った時めっちゃ曲がってたもん。いいですよ、いい感じですよ。じゃあハート型を作っていきますので、はい。ハートにするんですか？愛が増えますように。あ、愛が来ますようにですね。愛が来ますように。わー。はい、でははいやっていきましょう。はいあ、可愛い。上から押し込んでください。おおそうですそうです。わちょっと待ってください。はい、やりすぎた中に入れて、はい、OK です。ー。おハート型おすごいになってますか？ー。綺麗。めっちゃ綺麗なハート。はい、終わりました。作ってみてどうだった？もう楽しかった。もうマイハートできましたね。もう愛が来ますように。で、彼氏募集中です。なんですって募集中です。これもうここを持つとなんか吸い込みそうな感じなんできっと応募がいっぱい来そうですね。でもよかった、綺麗にできたしね。本当に可愛い女子力アップな感じでね。パパパパーンパパパパーンパパパパ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 ンパパ。あれ、さっきハートとかマイハートとか言ってなかったっけ？あれ、言ったっけ？言ってたけど、まあそれはいいとして、今日はねもうこの琉球ガラス村で本当に琉球ガラスのあれこれをもう知ることになって、本当にすごい僕が思ってたよりも幅広い琉球ガラスだったんですけど、クリスタルどうでしたか？いや、もう結構勉強になりましたね。もうなんか琉球ガラス作ったことないから、こんな熱い、こんな楽しいと思わなかったですね。確かにめっちゃ暑かったね。そしてまさかのハート型ね。今日はもういろいろすでに見たんですけれども、すっごい本当に広い施設でいろんな体験があって、今日はクリスタルが琉球ガラス体験はしたんですけれども、他にねシーサーの絵付け体験、フラグランスを作る体験、写真フレームを作る体験などなどなどいろいろありますから、本当にねもう琉球ガラスのことをもっと知りたいっていう方でも、お子さんと楽しくいろんなアクティビティをしたいっていう方でももうたくさん楽しめる施設になってますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。一日中にいることができます。それでは See you シーサー。いや、クリスタルの作った桜色のハートのコップ、とっても素敵でしたね。なんかたくさんの愛が包まれているって感じでね、ちゃっかりちょっと返し募集もしてましたけども、私はですね琉球ガラスのコップとかお皿もたくさん持っているんですけども、お刺身とかもずくを盛り付けたりするとすごく涼しげな雰囲気で食卓がパッと明るくなるんですよね。お土産にもプレゼントにもおすすめですし、あとうちなんちゅは結婚式の引き出物としてもね出す方もいらっしゃいますのでね、皆さんもぜひ琉球ガラス村に遊びに行ってお気に入りの琉球ガラスを見つける、そして体験もしてみてもいいかもしれませんね。さあ来週はスタジオ界で未公開シーンをたくさんお届けします。
琉球ガラスのいろんなスタイルの商品やコラボ商品の紹介、さらに沖縄で愛される100年以上歴史のあるあの会社の VTR を流したいと思いますので、どうぞ皆さんお楽しみに。今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくうにげーさびら。んじくみそうりよ。